ご視聴ありがとうございます。今回は地方の私鉄に横たわる重い課題を取り上げます。路線の顔ともいえる列車が20年以上抱えていた問題を、その歴史と走行風景、路線の性質などと合わせて徹底解説します。ここは愛媛県松山市に路線を有する地方私鉄、伊予鉄道の小町駅です。伊予鉄には郊外電車と市内電車の2つがあり、郊外電車は3つの路線から構成され、一般の規格の車両で運行されています。対する市内電車は路面電車タイプの車両で、後乗り前降りのワンマン運転です。ここは両車が接続する場所の一つであるとともに、それぞれの車庫もある運行上の拠点です。駅員はおらず、切符の回収などは併設されたコンビニの店員が行います。向かって左が市内電車の乗り場、右が郊外電車の乗り場です。市内電車には5つの系統があり、特に郊外電車と接続する松山市駅や観光施設の最寄りの大街道、道後温泉を結ぶ系統が混雑します。ただし私が乗るのはこうした一般列車ではありません。一般列車の時刻表の下にあるこれ、その名も坊ちゃん列車です。小町を出る便は1日1便だけ。停車駅も少なく、一般の列車とは扱いが違います。そしてこの列車、車両も一般のものとは違います。車庫で待機しているあの車両が坊ちゃん列車の車両です。ミニサイズの機関車に客車が1両ついた、かなり小ぶりなサイズ感です。前を走る列車が少し遅れており、坊ちゃん列車が入ってきたのは発車時刻とほぼ同じ時刻です。乗務員が手を振り、サービス精神全開です。客車の様子がこちら。床や壁は木張りで、冷房はありません。乗客は私以外に1人だけです。走行風景や沿線の様子も大事ですが、ここから先に行く前に、坊ちゃん列車の歴史と概要をおさらいです。坊ちゃん列車の運行系統は2つで、このうち小町発着が1往復、松山市駅発着が3往復あります。乗れるのは道後温泉、大街道、松山市駅、JR 松山駅前、小町だけで、南堀端と上市万は降車専用です。市内電車は区間によって路線名が異なり、その性質も違います。松山城の南側、特に南東側が繁華街のため乗客が多い一方、松山城の北側は乗客が比較的少なく、線路もほとんど単線です。坊ちゃん列車が運行されるのは、観光需要が特に大きい区間と言えます。坊ちゃん列車の運賃は、大人1300円で均一です。一般の市内電車は乗車1回あたり大人200円なので、結構お高いです。そしてこの坊ちゃん列車、走り始めたのは2001年と、意外と昔ではありません。名前の由来は、かつて伊予鉄の郊外路線にあった小型車両で運行される列車です。これは伊予鉄特有のものでもないですが、これに愛称がついたのには理由があります。そう、ここ松山は、かつて千円札の肖像でもあった夏目漱石が、1906年、明治39年に発表した小説、坊ちゃんの舞台です。作中での扱いは辛辣ですが、作品名や登場人物の名前のついた施設などがたくさんあります。現在、伊予鉄のレール同士の間隔、期間は 1067 ミリですが、かつては762ミリと、やや狭いものでした。こうした規格だった頃の伊予鉄の車両が、作中でマッチ箱のような汽車と表現され、主人公の坊ちゃんもこれに乗ったことから、坊ちゃん列車と呼ばれるようになりました。1954年、ディーゼル機関車に置き換えられて蒸気機関車は役目を終え、1960年には残っていた貨車も廃車となったことで、坊ちゃん列車は一時消滅します。坊ちゃん列車が本格的に復活するのは、それから20年以上後です。観光のシンボルとしての坊ちゃん列車の復元構想はたびたびあり、関係者などで構成される協議会でも、特別委員会を設けて復活の可能性が模索されています。その一番の難点が、蒸気機関車につきものの売煙。市街地の大通りに煙をバクバク出す蒸気機関車を走らせるのは無理があります。そのため、
本格的な蒸気機関車として復元する意見と、見た目は蒸気機関車としつつ環境への影響が少ない仕様にする意見がありました。最終的に環境への影響が少ない車両とすることになり、動力はディーゼル、蒸気機関車特有の音はスピーカーで鳴らし、煙は水蒸気を利用した装置で再現しています。また、蒸気機関車はその構造上周りがよく見えないことがあるため、安全確保のために監視カメラが設置されています。一方、汽笛は伊予鉄 OB の協力を得て再現し、制服も当時のものを再現、雰囲気を損なわない工夫がされています。車体の銘板などもなるべく再現されたほか、運転台なども蒸気機関車を模したものになっており、外側も内側も当時の雰囲気があります。なお、かつて運行されていた機関車や客車は沿線の公園や観光施設で保存されており、松山市駅の近くには坊ちゃん列車ミュージアムもあるなど、愛着の深さがうかがえます。本物の蒸気機関車は運転操作に手間がかかり、乗務員の訓練が大変なほか、維持するにもノウハウが必要で、その費用もディーゼル車より高いです。国内ではそうした理由から引退する蒸気機関車も現れており、ディーゼル機関車にしたのは賢い選択と言えますが、別の課題が立ちはだかることになります。発車時刻を3分ほど過ぎ、小町を出発です。連結機は今時珍しいタイプで、渋さ全開。汽笛も鳴り、雰囲気が盛り上がります。小町駅を出て、郊外電車の線路を平面交差で横切ります。道路から独立した軌道、専用軌道がしばらく続きますが、次の弁停から道路の真ん中を走ります。ここから先、道後温泉駅の周りを除き、道路と一体化した併用軌道がずっと続きます。機関車に乗務員が2人いるのは、見通しの悪さを補うためでもあります。JR 松山駅前に到着です。市内電車が JR と接続する電停ですが、ここ自体が松山の中心街から離れているため、乗客は意外と多くないです。坊ちゃん列車に興味を示す人はいるものの、道後温泉行きの5号系統の始発に乗れること、1300円という料金や30度超えの暑さの中で冷房がないことから乗るのを見送る人もいます。長めの停車時間中にはエンジンを切っており、発車間際にエンジンを入れます。こうした動きがテキパキできるのもディーゼル機関車の利点です。 JR 松山駅前を出て郊外電車と再び交差です。お互い伏線でインパクトがあるこの光景はダイヤモンドクロスと呼ばれ、国内では珍しいものです。なお、坊ちゃん列車は最寄りの大手町電停には止まらないです。しばらく松山城の堀に沿って走ります。南堀端では乗車はできず、降りる人もいないので乗客は1人だけです。松山城などを眺めつつ走り、堀から離れます。東海道からは乗車できますが、一般列車より料金が高いこと、冷房がないことがネックで乗る人はいません。ここから先は乗車できる電停がないため、乗客はずっと1人だけです。後続列車との間隔が開いて混雑しないよう、道後温泉行きの一般列車に続くようなダイヤが設定されています。上一万電停の手前で客車の上にある部材が動きます。これはビューゲルという部材で、路面電車でパンタグラフが普及する前に使われていたものです。ただしこの役割は電気を集めることではなく、ポイントの操作です。併用軌道の路面電車では基本的に運転士が自分でポイントを制御します。架線についた装置の出っ張りにパンタグラフを当て、そのタイミングを調節することで目的の方向へポイントを切り替えます。客車にいる乗務員は切符の確認のほか、沿線の観光案内、この器具の操作もこなします。道後温泉駅に到着です。切符などは乗るときに確認しているので、降りるときはスルーパスです。次の列車が近づいているためすぐに発車。そしてこの先で機関車の特性を生かした光景が見られます。機関車を模しているため終点で向きを変える必要があるほか、
機関車を前にするため客車との位置を入れ替えなければいけません。機関車と客車がつながったままでは何もできないので、まずは連結を解いて機関車だけを前に出し、バックで上下線の間の線路に移します。手前のポイントはバネの力で一方向に固定されているため、逆向きに走れば隣の線路に移れます。そしてレールの間に板が張られた場所で機関車は止まり、車体の下からジャッキが出てきて車体が浮きます。小型の車体は2人がかりでくるりと回し、方向転換完了です。機関車を移動させてから客車を2人がかりで押し、機関車の後ろに来るようにセット。そこに機関車がバックで突撃し、超スピードで連結。3人の乗務員が役割分担して入れ替え作業を終わらせます。ここは一般列車が折り返す場所でもあり、一般列車は数分おきに発車するため、とにかく急がないといけないです。坊ちゃん列車のサイズ感とディーゼル機関車の特性がこの運行を支えています。駅の横の引き上げ線でしばらく休み、次の便に備えます。私が乗った便はガラガラでしたが、道後温泉や松山市駅からの便は満員になることも多く、道後温泉からの当日出発便に限り、駅のチケットカウンターで整理券が配られています。そして復活運行開始から20年余り、松山の観光を担う坊ちゃん列車が直面する状況を皆さんはご存知でしょうか。2001年に運行が始まった坊ちゃん列車の歴史は一筋縄ではいかないものでした。復活運行が始まった当時の運賃は1000円で、記念グッズと市内電車の1日乗車券が含まれるとはいえ、これで乗れるのは1区間だけというかなり割高な設定でした。その後2002年8月には1回あたり300円、また全区間乗れるようになり、大幅な値下げになりました。2006年9月には IC カードでも乗れるようになるなど、利便性向上が図られています。ところが、運行開始から10年余りになり、車両の老朽化による維持費の増加を理由に、段階的な値上げが繰り返されます。2016年には800円に値上げされ、2020年10月からはバリアフリー対応への設備投資を目的とした運賃値上げが行われ、坊ちゃん列車の運賃も1000円になり、復活運行が始まった時と変わらなくなっています。さらに、2021年12月には1300円に引き上げられ、運行開始当初よりも高額になってしまいました。また、坊ちゃん列車は過去に何回か脱線事故を起こしているほか、車両の不具合も少なくないなど、維持には手間がかかります。2007年の事故では坊ちゃん列車が当面運休になり、2編成が戻るまで5ヶ月余りかかっています。この脱線事故の原因が、機関車の方向転換に使用する装置です。方向転換装置の格納状態を表示する機器に不具合があり、格納しきっていない状態で格納済みと表示したため、転換装置が本来よりも下がった位置で運行されてしまい、線路と接触して脱線したというわけです。そして2020年以降、さらなる問題が顕在化します。2020年4月には、感染症の拡大に伴う乗客の減少や、感染拡大対策のため、土休日のみの運転になっています。23年5月には国内の感染症の扱いが変わり、すでに外国人観光客も感染症の拡大前を超えるなどしていますが、坊ちゃん列車の運行は今も土休日だけです。そして23年10月には、翌月からの当面運休が決定。その理由が、運転士不足です。坊ちゃん列車には乗務員が3人必要で、しかも機関車はディーゼル車なので、一般の電車とは異なる免許が必要です。一方市内電車はワンマン運転のため、坊ちゃん列車の乗務員を他に回せば3本運転できます。なお、この時は市内電車も減便され、坊ちゃん列車の運休だけでは本数が維持できないほどの状況でした。この運休決定は人々に衝撃を与え、愛媛県知事もコメントを残しています。そして愛媛県の中村知事は、2010年9月に知事になるまで11年間松山市長を務めていた人です。坊ちゃん列車の復活運行にあたっては、松山市も資金的に援助しています。その後伊予鉄では、労働組合との交渉を前倒しして1月に給与アップをしたり、採用活動の強化で乗務員の確保に目処がつきつつあるとして、坊ちゃん列車の運行を再開することになり、
今年3月20日から運行を再開しています。なお、この時のプレスリリースでは、人手が完全に充足したわけではないとされているほか、乗務員の確保に目処がつきつつあるという書き方もされており、まだ安心はできなそうです。運行は再開したものの、課題は他にも残っています。実は坊ちゃん列車は、運行開始以来慢性的な赤字でした。その額は年間2000万円から、多い年で1億円に上り、累積赤字は14億円にもなるとも言われています。今年3月期の伊予鉄グループの決算では、営業収益は318億4600万円、純利益は9億4700万円でした。ただし、19年と比べると鉄道は 9.4%、バスは 23.3% 少なく、まだ完全回復ではないです。そんな伊予鉄にとって、坊ちゃん列車の赤字は無視できない金額です。そして去年12月、松山市長や伊予鉄の社長、商工会議所のメンバーらが参加する坊ちゃん列車を考える会の会合が開かれました。多くの意見が出たものの、巨額の赤字をカバーできる具体策までは出ず、さらには赤字続きの坊ちゃん列車に対し、存在意義を問う声まで出ています。会合自体は、活発な意見交換をするためという理由で非公開になっており、議事要旨にも発言者の記載がないなど、議論の詳しい内容まではわからないです。また、昨年10月に運休が決まった際は、松山市が伊予鉄から事前に相談されていなかったとする一方、伊予鉄は担当役員がその都度苦しい状況を所管部署に説明していたとするなど、話の食い違いも表面化しています。考える会では支援のあり方を考えていくとする一方、松山市では今年、クラウドファンディングで支援を募っています。このチャンネルで以前取り上げた大阪府の水間鉄道の事例では、最初の頃は資金が集まらずに苦戦したものの、魅力的な返礼品や様々な宣伝効果もあり、最終的に目標額の770万円を超える1130万円が集まっています。ところが松山市の事例では、ふるさと納税の枠組みの中で行われたことや、返礼品がなかったことが要因となり、目標額の2500万円に対し、およそ1割強しか集まりませんでした。クラウドファンディングは2回実施する予定で、総額5000万円の目標額は、伊予鉄が示した赤字額の見込みが根拠です。ただし、収入と支出がいくらで赤字がいくらなのか、具体的な中身は考える会の議事要旨などでも示されていないです。松山市ではアンケートや調査を行い、2回目を行うかどうかを検討するとしています。そして運行開始から20年以上が経ち、機関車の置き換えも検討する時期になっています。松山の観光を支えてきた坊ちゃん列車、解決すべき課題は意外とあり、残された時間もそう長くないようですが、末永く走ってほしいものです。ご視聴ありがとうございました。